モンゴルの進軍だ。世界征服を再開しましょう。前回はモンゴル文明を選択して終了していましたね。探検の時代にやってきました。早速ですがレガシーを選択します。軍事は前の時代に征服したあらゆる居住地で歩兵ユニットを得ると居住地上限プラス2を取りました。残りの経済は獲得ゴールドプラス 15%、ただし食料マイナス 10% にします。ユニットや建物がお金で買えるため他資源よりも価値が高いですものね。食料マイナス 10% に関しても建物による地形改善で出力を上げたら大丈夫でしょう。さて、ライバル文明との関係ですが、古代から数百年経った設定ですが、相変わらず敵対関係で安心しました。では、盛大な花火で進行開始を。あれ？今さっき関係が改善されてしまいましたね。ほんと、狙ったかのようなタイミングでした。避難声明を出します。1ターン後、改めて宣戦布告いたします。出花をくじかれましたが、逆に考えると、それだけ準備ができたということです。どこから攻めていくんですか？ローマの隣、ウィルワキクタから右へと刈り取っていきます。一人残らず灰になる。また、大陸上部から中部にも、卑弥呼の町があるので、そちらも同時に奪います。ご覧のように、一部食い合っている地点があるんですよね。早めに占領し、境界線をきっちりさせましょう。もたもたしていると、この辺の地形から反撃をもらうかもしれませんからね。数の暴力で、瞬く間に3都市いただいちゃいましょう。歴史上の燃えかすとなるのはそちらですよ、卑弥呼さん。次のターン。食い合っている地点と表現した場所を攻略中です。はい、早速ハリハララヤを占領しました。早すぎる陥落。敵軍はこの地を見捨て、右下の居住地に向かっているようです。そっちも攻撃中ですが、強撃の格好になるのは避けたいですね。ハリハララヤを攻撃していた部隊の一部を追撃に回しましょう。ケシクはこういった時にも活躍しますね。固有ユニットが活躍すると嬉しいです。とはいえ、あまり下の方に戦力を割きたくはないんですよね。アショーカにぶつけるためにも、機動性が低い歩兵ユニットは占領した居住地に駐留させときましょうか。次はこっちですね。6ユニット差し向けましたが、防衛が首都の1ユニットだけですって？なんだか拍子抜けですね。もっと戦力増し増しで待ち構えているかと思ってました。さっき選択した前の時代で占領した居住地の数だけ歩兵ユニットを得るのレガシーで戦力ブーストしてますからね。居住地防壁を壊した後、コーサーが居座っていたのでそれを片付けました。卑弥呼の首都ウィルワキクタ陥落です。ここの戦争では2人の司令官が参加していましたが、それぞれレベルアップもできました。すぐに隣の都市にも手をつけていきましょう。おや、思ったよりも卑弥呼軍のユニットが多いですね。右側の地形にそこそこ潜んでました。騎兵も出してお掃除中ですが、少し手薄に見えますね。ハリハララヤは落としたばかりなので生産は不可能ですし、近隣の居住地でユニット購入、移動させてきましょうか。アショーカへはどのタイミングで仕掛けますか？理想はイサナブラの右下にある居住地ブンス内をも落として盤石の体制を整えてからにしたいですね。その頃には卑弥呼も風前の灯火、アショーカは食後のデザートのごとくペロリといただけちゃいます。大陸制覇も目前ですし、この古武戦には早く新大陸を発見してほしいですね。
के बतुहे पथई जेकरा पर ना चले के हम शपथ ले ली है बाकी हमनी यहाँ ही आई マジですか。このタイミングで向こうから打って出てきますか。なんか AI がむちゃくちゃ賢く見えます。確かにアショーカの視点に立つと今この瞬間に戦わないと勝てませんからね。変に納得してしまいました。まあデザートが食事中に運ばれてきたようなもんですよ。一緒に食べてしまいます。攻略対象が増えましたね。大陸下側は先ほどと同じとして。なんか離れ小島みたいなアショーカの居住地がありますね。いつの間にか面倒なところにねじ込まれてました。離れ小島を占領して皇庫の憂いを断ち攻撃中の分子内を陥落しようやくアショーカのメイン国土を攻撃できるかな。敵対的な都市国家もどこかに潜んでいるかもしれませんし着実に進行していきましょう。お掃除完了です。これでタクシラ・ハリハララヤの軍をアショーカへぶつけることができます。アルナにいた軍はどうですか。距離的には十分行けそうですが離れ小島と表現した居住地へ移動させています。見たところ敵も多くなさそうなので攻め落とした後すぐに戻ってきたら問題ないかと。じゃあ早速歩兵で攻撃を。なんでこれは高低差ですか。崖下の居住地へ攻撃するため大きく迂回する必要があったんですね。初見では見抜けませんってこれは。なお気づくのはもう少し先の模様です。背後に気をつけるのも結構ですが正面からやってきてますよ。コーサーが目視されました。体力が黄色のユニットもいますが4ユニット格納をしている司令官で対処します。先の戦いの治療が間に合っていないのがちらほらいるんですよね。いやらしいタイミングで宣戦布告してきましたね。敵ながらあっぱれです。騎兵隊の猛攻で分子内も手中に収めました。都市防衛は剣士に任せましょうか。残りのお馬さんたちはすぐさま北上してください。敵がうじゃうじゃ出てきました。今までで一番戦争してる感が強いですね。あっちが気になりますがユニット操作順によりこちらの方から先に攻め落とします。こっちは本土抵抗らしい抵抗がないですね。敵との戦力比が分かればもう少し配分とか考えられたんですけどね。マイルストーンを達成しました。前の時代とルールは一緒ですかね。宗教が絡んできてるようですが我々はスルーしてますし。そうですね。熟練プレイヤーならそこら辺も活用してより効率的にポイントを伸ばすと思われます。アルナまで攻めてこられそうな勢いですよ。そうは言ってもユニットが足りないです。アショーカの後ろにどれくらいのユニットが控えているか分かりませんがこのままだと複数ユニットを失う恐れがあります。北上させているユニットたちが到着すればこれ以上ないくらい心強いんですがね。いかに騎兵といえどそうすぐには到着しなさそうです。離れ小島の土地と表現した居住地に関しても地形による誤算がこんなところで響いてます。予定ではすでに落としてこちらに応援に来ているつもりでしたからね。旧兵であるはずの景色を壁みたいに使っている時点で運用崩壊しているのが明白ですね。とまあこんな感じにいろいろと誤算が生じているところで今回はここまでとします。短くてすみません。リアルが忙しすぎましてね。休日出勤とかやってたら時間が取れませんでした。仕事はお金をもらうための引換券と割り切っていたんですがなんでこんなに働いているんでしょうね。人生七不思議の一つです。
無理しない程度には引き続きお届けするんで、そこはご安心くださいね。最後までご視聴ありがとうございました。